はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、CAD ができれば設計図面って描けるのっていう質問に答えたいと思います。これは前にもお話ししたと思いますが、 CAD は設計をするためのツールなんですと、CAD が使えるのと設計ができるのは別問題ですよっていうのが、今日の結論にもなっちゃうんですけれども、こういった話です。そもそもですね、なぜそのような疑問がね生まれてくるのかなって、今日はちょっと考えてみると、CAD オペレーターという仕事があるからかもしれませんね。職種としての名前があればもちろんみんな分かりやすいので、なりたい職種っていうことが、出てくる、考えが出てくるかもしれません。そうするとですね、 CAD が使える人の中で、設計ができる人とできない人がいるってことが生まれてくるかもしれませんよね。 CAD が使えるっていうことをきっかけに設計を学べるっていうのにつながっていけばですね、なんかこういいかなって感じはするんですよね。これはですね CAD だけに限らず全体的に言えることなんですけれども、建築系のソフトウェアは今現在設計のためのツールとして使われていると思うんです。でも今後の未来はVR とか AR とかメタバース NFT といった仮想空間という、新しい分野の登場によってですね、変わっていくような気がするんですよね。今まではリアルな空間としての設計ベース、要はリアルな空間を設計するために使われているソフトウェア CAD っていう、概念なんですけれども、仮想空間の設計となればただのツールではなく、それ自体が技術力として価値が生まれてくる可能性は出てくるなと思ってます。でも少なくとも現在のですね建築分野で使われているね、ベクターワークスとかオートキャドっていったようなリアル空間のためにですねを作るために使われているソフトウェアだけでは実行できないんじゃないかなって思うのは確かです。その上でですね、現状の空間設計をする上でですね考えてみると、CAD はねただのツールということになるので、その業界に入るきっかけ作りのためのツールかなって僕は思います。その上でですね、本質的な設計技術を学ぶ必要性があるわけです。あくまでリアルな実空間を作るために CAD は存在しているってことですよ、大前提として。で CAD を使えるようになるまでの時間がかかっては意味ないので、サクッと使えるようになって業界に入り込んで、そこから設計を学ぶってことが大切かなと思います。ではですね、どんなソフトを使えるようになればいいのかなっていう質問なんですけれども、それはですね、自分がやりたい分野のあったもの、こんな空間がいいかなってものを選んだ方がいいかなと思います。そう考えるとですね、そもそもどんなソフトがどんな分野で使われてるんでしょうかね。僕が知ってる範囲ですでちょっと簡単に紹介したいと思うんですけれども、まず CAD データの中心的な存在であるオート CAD がありますと。いろんな CAD ソフトが必ずこのデータに変換できるんですよね。 DXF とか DWG っていったようなデータです。
それはオートキャドのデータとなってます。これね言語で言うと英語が共通言語ですよね。世界の日本語から英語に変換する、翻訳するみたいな、世界どこでも、CAD 業界どこでも使えるデータっていうのがこれにあたります。日本だけではなく世界中の汎用 CAD となっています。次にですね、日本のデザイン系のインテリア事務所でですねよく使われているのがベクターワークスですよね。専門学校とかでもね結構教えてくれるやつですよね。戸建て住宅とかですね、商業インテリア、僕がいる分野ですね、小規模な設計で使うケースが多いと思います。もちろん大型施設にも利用できるとは思いますけどね。で次に JWCAD っていう無償で使える CAD もあるんですよね。建築のね実務設計とかでよく見られますね。無償なのでね投資できない小規模な組織でね、使われたりします。で、レビットとかアーキキャドっていうBIM って言われているソフトウェアもありますね。プランをすると自動的に立体検討ができるようになっていたり、そのまま積算できたり見積もり作成したり、こういった構造とか設備とかのね同時で設計できる大規模プロジェクトみたいなものだと結構いいので大規模な、建築設計がね、する時には使えるんじゃないかなと思います。あと、専門系でいうと 3D のマイホームデザイナーっていうやつとかアーキトレンドっていった住宅系のやつとか、それぞれの分野に特化した CAD もあるわけですよね。専門 CAD なので、より使いやすく簡単になってるんですよね。戸建て住宅の設計とかインテリアコーディネートする人にとっては使いやすいのかもしれませんね。しかもこれってCG まで立ち上がるのでね、別の CG ソフトもいりませんしね。このように人それぞれ設計したい空間によって異なるわけですよね。日本だけの仕事なのか海外でも仕事をするのかによっても選ぶソフトウェアって変わってきますし、日本でとりあえず就職したいと思っている人はオートキャドとかベクターワークスを使っている企業が実際多いので、押さえておいた方がいいかもしれませんよね。住宅に絞って設計したい人はね住宅系に特化した CAD でもいいと思いますけどね。住宅専用の CAD っていうと専門性の高い CAD はね目的がね結構はっきりしているので、機能がね高機能で絞られていて習得もね結構早いと思います。だけどね実際汎用性が高い CAD っていうのは、使うのも結構時間かかると思うんですよね。でこの習得時間はとてもねCAD 選択にはね重要な要素になってくると思いますので、皆さんの貴重な時間をどのソフトに使うかっていうのは、重要ですよね。それを覚えたからってね一生使い続けるかどうかってわからないわけですからね。将来的にねこの世の中にねその CAD 自体が使われなくなるってことはねもう多分あると思うんです。いやないかな、分かんないですけど変換されていくかもしれないですけどね。でも他のソフトウェアに切り替えるって可能性はありますよね。いろんな企業がね CAD を開発しているので。なので日本でも世界でも使われているシェアが大きいソフトの方がね比較的いいんじゃないかなとは思いますけれどもね。あとあなたがねずっとね今と同じようにねCAD 図面を描いてるとも限らないですよね。そもそも図面描くことがね自動化になるかもしれませんし、今後ソフトウェアが、人間にね負担をかけないようにより簡単に改善されていくっていうことはね十分に考えられます。今までだってすっごい今の CAD って簡単にできてますから、昔に比べるとですよね。だからそうなれば誰でもできるようになるわけですからね、それ自体の仕事の単価っていうのはもちろん落ちますし、もっと言うとなくなるかもしれませんよね。人がいらなくなるかもしれませんってことです。そう考えた上で今の CAD と向き合うってことが重要です。少なくとも
CAD ができるから大丈夫、技術を持ってるから大丈夫なんてものは全くの幻想で、CAD というソフトを通して何を得れるかをちゃんと考えた方が絶対いいよっていうのが今日の結論です。今日は CAD ができれば設計図面は描けるのっていう質問でした。設計図面は描けますけど、CAD を通してですね、業界に入り込んで設計の技術的なものとか人間関係を作っていくねきっかけにすべきだよねっていうお話でした。意識の違いってね結構大きいんで、皆さん意識してやってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話でですね、疑問に思ったりちょっと実際やり方知りたいなと思ってる方は一度覗いてみてください。 LINE のねオープンチャットのねリンクをね貼っておいてありますので、そこからちょっと入ってみてください。その中でねもっともっと知りたいなって思う方は LINE グループにねご招待いたしますので、それもね面談をした後なんですけれども、結構個人情報とかプライベートなものが入ってきますので、その辺はオープンチャットにてまずは問い合わせてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。